皆様こんにちは。本日はお部屋からスカイツリーが見える第一ホテル両国に宿泊しますので、最後までごゆっくりお楽しみください。今はホテルのロビーにいます。こちらのホテルは両国国技館が近いこともあり、お相撲さんの顔出しパネルがありました。アメニティ類はロビーに置いてあります。こちらがチェックインカウンターです。こちらのホテルは機械のチェックイン機はなく、すべて対面で行われていました。そしてここを先に進んでいくと、アセリアというカフェ&ダイニングがありました。こちらの目の前には外貨両替機が置いてありました。続いてエレベーターでお部屋に向かいます。18階にはスカイツリー展望室があるので、後ほど行ってみましょう。本日泊まるお部屋は21階になります。それでは早速お部屋の中をご紹介いたします。本日のお部屋はスカイツリー側モデレートダブルルーム A のお部屋になります。入り口入ってすぐ横にスリッパやアイロンなどがありました。上にもリュックなどを置けるスペースがあるのは嬉しいポイントです。全身鏡も十分な大きさでした。続いてバスルームの紹介です。トイレはウォシュレット付きでした。バスルームは少し薄暗いので、こちらでのメイクは控えた方が良さそうでした。もともとお部屋に置いてあるアメニティは歯ブラシとボディスポンジのみになります。それ以外は先ほど紹介したロビーにて調達が必要となりますので、ご注意ください。シャワーの威力は申し分ないですが、シャワーヘッドが少しだけ小さめでした。続いてベッドルームをご紹介いたします。お部屋の窓ガラスがとっても大きいので、スカイツリーをきれいに見ることができました。大きなベッドの上にはパジャマが置いてありました。こちらにはお部屋の明るさや空調の調整スイッチがありました。もちろん空気清浄機も完備されております。椅子は1脚しかありませんでしたが、こちらにも椅子がありますので、2名で宿泊しても問題ありませんでした。こちらのポットは 1.2 リットルまで入る大容量タイプでした。またコンセントと LAN ケーブルもこちらにあったので、お仕事での宿泊も問題なさそうです。テレビの下の棚ですが、開けてみるとこちらにコップ類、そして下には氷入れがありました。また冷蔵庫ですが、右が開くのかと思いきや、実際は左が開くというトラップがありましたので、ご注意ください。左の引き出しは洋服を収納できるようになっていたので、連泊の方でもご安心ください。お部屋に無料 Wi-Fi があったので、試しに速度を測ってみると最大で13メガという結果になりました。ご参考までに。そしてお待ちかねの外の景色がこちらです。スカイツリーの周りは高い建物がほとんどないので、ホテルからの眺めもバッチリでした。
カメラ越しだと少し遠く見えたのですが、実際にホテルから見た時はこれぐらいの距離感に感じました。続いてご紹介するのは18階にある東京スカイツリービュールームです。こちらには電子レンジが置いてありました。横にカウンターがありますが、食事はこちらではできないようなのでご注意ください。またこちらのコーナーは自動販売機も豊富にありました。ここには大きな窓がありますので、スカイツリーが見えないお部屋に宿泊している方はぜひこちらから覗いてみてください。さあ、お部屋に戻ってきました。こちらがお部屋から見える夜のスカイツリーです。昼間の印象とはガラッと変わり、とてもロマンチックな景色を楽しむことができます。スカイツリーですが、ずっと見ていても飽きないほど綺麗だったので、このホテルに泊まるのであれば、ぜひスカイツリーが見えるお部屋に宿泊することをお勧めします。それでは最後に JR 両国駅東口からホテルまでの行き方を簡単にご紹介いたします。この通りはとにかく飲食店がたくさんあります。ホテルで夜ご飯なしのプランにして、この通りでご飯を食べるのも全然ありだと思いました。この道をまっすぐ進みます。ここにセブンイレブンがありますが、ホテルにもセブンイレブンが入っているので、お水などの重たいものはここで買わなくても大丈夫そうでした。また少し進むと今度はファミリーマートがあるので、飲食店だけでなくコンビニにも困らなそうです。突き当たりを左に曲がります。ホテルが見えてきました。両国駅ですが、 JR 以外にも大江戸線が走っているので、なるべくホテルの近くで降りたい場合は大江戸線をご利用ください。こちらがホテルに一番近い大江戸線の出口です。今いる場所は A1 出口ですが、 A2 から出てしまうと横断歩道を渡る手間が出てくるのでお気をつけください。そしてこちらにセブンイレブンがあります。少し小さめの店舗ですが、品揃えが豊富だったので、夜ご飯など含め全てここで調達できました。ここを左に行くとホテルのエントランスに到着します。改めてホテルの全体像がこちらです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。